こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？私はちょっと風邪をひいてしまって鼻声なのですが、どうか聞き苦しいところはお許しください。今回は人目が気になって自分の気持ちを抑えてしまう方や、周囲の期待に応えようとして無理をしてしまう方に向けてお話ししたいと思います。人に嫌われたくない、失望されたくない、感じの良い人だと思われたい、ちゃんとしている人、優しい人、立派な人と思われたい。そんな思いから自分の本音を飲み込んでしまうことはないでしょうか？本当は休みたいのに、怠けていると思われたくなくて無理をして動いてしまう。本当は嫌なのに冷たい人だと思われたくなくて引き受けてしまう。本当はやってみたいことがあるのに、いい年してと笑われてしまいそうで自分の気持ちに蓋をしてしまう。そんなことはないでしょうか？こうしたことは一つ一つは小さなことに見えるかもしれません。でもそれが積み重なっていくと、心は少しずつ疲れていくでしょう。そして時には自分が本当は何をしたいのか、何が好きで何が嫌いなのか、どんなことに喜びを感じるのか、そうした感覚が分かりにくくなってしまうこともあるかもしれません。気がつくと何をしていてもどこか満たされない感覚がある。何かがしっくりこないという違和感があり、それが生きづらさにつながることも珍しくありません。ではどうして私たちは自分の気持ちよりも周りの目を先に考えてしまうのでしょうか？それはある日突然始まったものではありません。多くの場合、子供の頃から少しずつ身につけてきた生き方です。子供は親や養育者から愛されたい、受け入れられたいと願っています。なぜなら、小さな子供は自分一人では生きていけないからです。それはごく自然なことでしょう。親からよくできたねと言われたり、偉いねと褒められたり、優しい眼差しを向けられたりすると、子供は安心するものです。反対に泣いた時に泣かないのと言われたり、怒った時にそんなことで怒らないのと言われたり、自分の気持ちを出したことで親が嫌な顔を見せたりすると、子供は自然に学んでいきます。親が嫌な顔をすることはしてはいけないんだ、そう思い込むようになるんです。そうして自分を抑えることが、その子にとって親から受け入れられ、生きていくための方法になっていきます。ここで親が悪いと言いたいわけではありません。多くの場合、親にも悪気はないからです。もっとしっかりしなさい。お兄ちゃんなんだから、お姉ちゃんなんだから、そんなことで泣かないの。そうした言葉は多くの家庭で聞かれるものだと思います。ただ、子供の心はとても繊細です。このような言葉を何度も聞くうちに、子供は本音を言ってはいけない、親が望むようにした方が安全だと感じるようになるでしょう。それは子供の頃の自分を守るために
必要だったことなんです。問題なのは、子供の頃に身につけた親との関わり方を大人になった今も別の相手に対して使い続けてしまうことです。子供の頃と今の環境は違うはずです。周りにいる人も違います。そして何より自分自身ももう力のない小さな子供ではありません。それなのに昔のままの関わり方が自然になっていて、人に嫌われないように顔色を伺ってしまうんです。人に嫌われないように、失望されないように、怒られないように、がっかりされないように、そうやって相手を優先して自分を抑えてしまうんです。でも自分を抑え続ける生き方には限界があります。言いたいことを言えない、やりたいことができない、休みたい時に休めない、断りたいことを断れない。そうした我慢は少しずつ心の中に積み重なってゆき、やがて積み重なったものが不満や怒りという形で感じられることも少なくありません。突然その感情が爆発して外に出てしまうこともありますし、それが自分の心の内にとどまり、自分自身を苦しめてしまうことも珍しくありません。怒りを感じているのに、怒っている人だと思われたくない、わがままだと思われたくない、面倒な人だと思われたくない、そう考えてまた自分の感情を抑え込んでしまうこともあるでしょう。するとその怒りは行き場を失います。そして今度は別の形で心に現れてきます。あの人はきっと私のことを悪く思っている。陰で批判されているのではないか。そんな風に感じてしまうこともあるんです。もちろん実際にそうとは限りません。でも自分の中に抑え込んだ怒りや不安があると、相手の何気ない表情や言葉を歪んで受け取ってしまうこともあるんです。このような関わり方を続けていれば、当然人間関係そのものが苦しくなっていくでしょう。ここで少し立ち止まって考えてみたいことがあります。あなたがこうしなければいけないと思っていることは、本当に相手から期待されていることなのでしょうか？あなたが一日ゆっくり休んだとして、周りの人は本当にあなたにがっかりするでしょうか？頼まれたことを一つ断ったとして、その人は本当にあなたを嫌いになるでしょうか？いつも明るく振る舞わなかったとして、周りの人は本当にあなたに失望するでしょうか？多くの場合、人はそこまで他人のことを見ていません。それは冷たい意味ではありません。人はそれぞれ自分の生活や自分自身のことで頭がいっぱいだからです。あなたが思っているほど、周りの人はあなたに多くのことを求めていないんです。むしろあなたにとって大切な人があなたに望んでいるのは、あなたが無理をして頑張り続けることではないでしょう。疲れたら休む。嫌なことは嫌だと言う。できないことはできないと伝える。嬉しい時は笑い、悲しい時は悲しむ。
そんな風にあなたがあなたとして自然に過ごしていることを本当は望んでいるのではないでしょうか。それでも自分の中に強い思い込みがあるとなかなかそうは思えません。何か役に立たなければ私は愛されない。ちゃんとしていなければ受け入れてもらえない。明るくしていなければ人は離れていく。相手の期待に応えなければ自分には価値がない。こうした思い込みはとても強く心を縛ります。でもあなたの価値は何かを成し遂げたから生まれるものではありません。誰かの役に立つからあなたに価値があるのでもありません。いつも笑顔でいられるから大切にされるのでもありません。あなたはあなたであるだけですでに大切な存在なんです。そう言われてもすぐには信じられないかもしれません。長い間自分に厳しさを向けてきた人ほどそう簡単に自分を認めることはできないでしょう。でも少しずつでいいんです。まずは日常の小さな場面で自分に問いかけてみてください。私は本当はどうしたいのだろう。今日は何を食べたいのだろう。この誘いに本当は行きたいのだろうか。それとも誰かに気を使って行こうとしているだけなのだろうか。自分の気持ちが見えてきたら無理なくできる範囲でその気持ちに従ってみてください。もちろんそうすることに抵抗を感じるのなら無理をする必要はありません。今の自分でも少し頑張ればできそうなことから始めて自分の気持ちに正直になる練習を続けていくといいでしょう。無理のない範囲で自分に許可を出してあげてください。嫌なら嫌と言っていい。疲れたら休んでいい。できないことはできないと言っていい。相手の機嫌をすべて自分が背負わなくてもいい。誰かをがっかりさせないために自分を押さえつけなくてよい。こうした言葉を自分自身に向けてあげてください。最初は戸惑いを感じるかもしれませんが、小さな練習を積み重ねるうちに少しずつ自分を優先することが自然にできるようになるでしょう。相手がまともな人なら断ったことで人間関係が壊れることはないと思います。むしろ正直な気持ちを伝えられる関係の方が長く穏やかに続いていくものです。また自分の中に湧いてきた感情も否定せずに認めてあげてください。寂しい、悔しい、怖い、腹が立つ、分かってほしかった。そうした感情は悪いものではありません。感情を感じることは弱さではありません。むしろ自分の人生を自分のものとして取り戻すためにとても大切なことです。そしてもし信頼できる人がいるなら少しだけ本音を話してみてください。実はずっと気を使っていた。嫌われるのが怖かった。本当は少し疲れていた。そんな言葉を口にしたとき、相手から思いがけない返事が返ってくることもあります。そんな風に思っていたの？全然そんなこと思っていなかった。その言葉によって自分の中で大きく膨らんでいた間違った思い込みが事実ではなかったと気づけるかもしれません。
今回は人目を気にしすぎて自分自身を後回しにしてしまう人に向けて大切なメッセージをお伝えしました。あなたが今まで自分に向けてきた厳しさは、実はあなた自身の思い込みから生まれたもので、周囲の期待から出たものではありません。もっと頑張らなければ、もっと役に立たなければ、もっと良い人でいなければ、もっと立派でいなければ、そうやってあなたは自分に厳しく接してきました。でも周りの人はあなたにそこまで多くのことを求めていません。いつも明るくなくてもいい。いつも役に立たなくてもいい。いつも強くなくてもいい。いつも誰かの期待に応え続けなくてもいいんです。ただあなたがあなたとして無理をせずそこにいること、それだけで安心する人がいます。それだけで嬉しいと思う人がいます。それだけであなたを大切に思う人がいます。自分を大切にできる人は本当の意味で他人のことも大切にできるものです。我慢して合わせるのではなく、正直な気持ちで人と向き合えるようになる。自分を押し込めるのではなく、自分として生きることを少しずつ取り戻していく。そうすることで人間関係はより楽に、より豊かに、そしてより幸せなものになっていくはずです。あなたが日々楽しい時間を少しでも長く過ごせることを願っています。最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。